2026年最新バイク販売台数、2025年1年間の台数を全部の排気量をまとめてランキング、モデルイヤー違いで別集計された元データも同じ車種にまとめて分かりやすく、概算売上金額ランキングも作りました。こんにちは、ペンタロウです。毎年恒例の販売台数集計、2025年のバイク販売台数を 125cc 以下を除いて全車種横並びで30位まで紹介します。30位、スズキ GSX-8S8R 1125台、売上概算13億円です。スズキの万能マシン8シリーズが30位に入りました。前年17位からランクダウンではありますが、 800cc クラスで発売からそれぞれ 2,3 年経っているにしては検討していると思います。今年は 8T と TT が発売されるので順位アップが期待できそうですが、価格次第でホンダの CB1000F、ヤマハ XSR900 と勝負できるかどうか予断を許さないといったところでしょうか。29位、スズキ GSX-S1000GT-GX 刀1132台、売上概算19億円です。8シリーズとほぼ同数ですが僅差で29位です。4車種ともエンジンとフレームが同じなので元データの集計が同じ車種扱いになっています。28位、ホンダ CBR400R NX400 1221台、売上概算10億円です。前年10位から大きく順位を落としました。今年は E クラッチ版が発売されると思うので、それによってまたググッと順位が上がってきそうな予感がします。27位、トライアンフボンネビル T120 スピードツイン1200 1235台、売上概算22億円です。いつもこの辺にいるトライアンフ1200シリーズです。台数は前年比1割くらい減っていますが、変わらずトライアンフの稼ぎ頭となっています。26位、ホンダ CBR250WR 1260台、売上概算11億円です。なんとなくぼちぼち台数が出ている CBR250WR ですが、今年はランキング圏外から復活しました。高級 250cc のイメージですが、川崎の ZX25R が100万円を超えているので、それほど高くないような気分になりました。25位、川崎忍者 400Z400 1276台、売上概算9億円です。台数半減で前年12位から25位まで落としました。年々値上げを続けていて、忍者400は80万円を超えています。アップデートせずの値上げが続くので、さすがにこの古さでこの性能では厳しい戦いな雰囲気が出てきています。24位、ヤマハ X フォース1381台、売上概算5億円です。ヤマハの 155cc スクーターです。 PCX 系のまたがりタイプではなく、足元フラットなので足元に荷物を挟んで走ってしまう人にはありがたい存在かもしれません。23位、ヤマハ NMAX155 1388台、売上概算6億円です。こちらはまたがり系です。大幅アップデートしてガーミン縛りながらメーターにナビを表示できるようになりました。前年モデルも合わせた集計にしていますが、新型が1200台を超えているのでほとんど新型の台数です。生産台数の都合で早めに注文を打ち切っていたので、キャパがもっとあればより上位を目指せたところでした。22位、ヤマハ XSR900 1584台、売上概算21億円です。久しぶりにランキングに出てきた XSR900 です。昨年アイボリーが期間限定発売されましたが、注文はほとんどアイボリーと言ってもいいくらい多数を占めたようなので、アイボリーの発売は大成功でした。21位、ホンダ XADV 1604台、売上概算23億円です。売れているものの国内出荷が少ないのでランキングで目にしない XADV です。昨年は国内に回した台数が多かったのか21台に顔を出しました。今年はトリコロールカラーがラインナップされていますが、国内モデルにもぜひ導入してほしいです。20位の前にランク外の傾向を見てみます。31位はヤマハ MT-07 と YZF-R3 でした。1085台と 250cc ほど振るわなかったもののまずまずでしょう。33位に BMW R1300GS アドベンチャー1035台、38位にスピード400スクランブラー 400X909 台、48位にハーレーダビッドソンストリートグライド708台、58位にベスパプリマベーラ150スプリント150が263台という風に輸入車が入っています。話題になったスズキ DRZ4S が840台で42位、
レジェンドはやぶさは697台で49位でした。11月に発売された CB1000F はもう1005台売れていて35位。リコールが出て1ヶ月足らずで出荷停止してこの台数なので、順調に納品されていたら2000台くらいで上位に入っていたかもしれません。その他個人的に驚きだったのはホンダゴールドウィングが783台売れていたことです。その割に全然見かけませんね。ペンタロウのゴールドウィングは元気なので近いうちレビューすると思います。では20位から上に行きましょう。20位ホンダ CL250 1687台売上概算11億円です。台数は前年から半減となりました。年々台数が減っているのでそろそろランキングでは見られなくなってしまいそうでしょうか。19位ホンダレブル1100 1701台売上概算23億円です。 1100cc にして1700台と十分に売れているレブル1100です。じわじわ台数は減っていますが、この性能にして割安な価格帯でどこぞのメーカーの 400cc より安いです。極端に値上げしなければ来年のランキングにも登場すると思います。18位ハーレーダビッドソンローライダー1845台売上概算59億円です。販売台数は年々減っていますが、数年来のドーピングによる後遺症があるのでなかなか上昇に転じるのはまだ難しいかもしれません。公式ウェブサイトからは価格表記が消えて、最寄りの正規ディーラーまでお問い合わせくださいの表示になりました。いろいろあって価格を表示するとまずいことになってしまったのでしょうか。外車ディーラーの価格は不透明な会社が多いので、価格は全部アスクの方が誤解かなくて良いかもしれません。17位スズキジクサー 250SF250 1865台売上概算9億円です。昨年同様の順位で販売台数は100台ほど増えました。お財布に優しいバイク界の最後の砦として値上げをせずになんとか維持してほしいです。16位ヤマハ XMAX 1949台売上概算14億円です。貴重な 250cc スクーターの XMAX です。販売台数は毎年およそ安定していますね。15位ホンダ CB650R CBR650R 2010台売上概算22億円です。CB650 系は E クラッチが搭載されて以降 E クラッチ版の売れ行きが好調のようです。前年比 1.5 倍くらいに台数が伸びていますが、 E クラッチは今後も続々他の車種へ搭載されるので、また台数は減るのかどうなのか今後の動きが気になります。14位ホンダフォルツァ2025台売上概算15億円です。ヤマハ XMAX と並ぶ 250cc スクーターです。フォルツァか XMAX かは販売台数もほぼ同じなので、好みで需要が二分しているようです。これからも2台で切磋琢磨していってほしいですね。13位スズキ V ストローム 250SX 2382台売上概算14億円です。スズキの中で調子がいい V ストローム 250SX です。ジクサー250の仲間ですが、毎年こちらの方が売れています。 SX でない V ストローム250もあってややこしいですが、じゃない方の V スト250はどちらかというと快適ツーリング系。こちらは揺れ短気筒でアグレッシブにぼちぼちなオフロードなら突っ込める仕様という住み分けになっています。12位ホンダ CRF250L CRF250 ラリー2385台売上概算17億円です。 CRF シリーズは例年とそう変わらずな位置にいますが、少し台数が減りました。競合が発売されるなどもありましたが、それにしては影響が少なかったようにも感じます。11位ホンダ CB1300 スーパーフォアスーパーボルドール2536台売上概算50億円です。ファイナル効果で前年比2倍くらいに台数が増えました。販売計画は3400台でしたが、850台ほど足りていません。ホンダドリームジャパンには直近で200台ほど在庫がありますが、他のホンダドリームにも在庫があると思うので、結構な台数をこれからさばいていかないといけない茨の道感があります。 CB1300 自体はこれはこれで独特で貴重なバイクなので、皆さんぜひ筋トレ目的で買ってみてください。1位から10位の前に 125cc オーバーの販売台数をメーカーごとに比較してみます。ホンダは約5万2000台でした。前年とほぼ同数という結果です。250cc クラスが少し減って上のクラスは少し増えています。ランキング30位までには13車種と安定の強さを発揮しています。川崎は3万200台です。前年は2万9600台くらいだったので 2% ほど減った形です。横ばいに近いように見えますが、250cc クラスが30
3900台から9700台と6000台ほど増えて、逆に大きいクラスが5000台以上減っています。売上金額にすると大幅な減少になりそうなのでやや心配ですね。ヤマハはおよそ1万9000台です。前年比 13% アップと全メーカーの中で一番高い上昇率となりました。大きめのものが1800台増、250cc クラスが1400台増というバランスでまんべんなく増えています。スズキは約1万4000台です。前年は1万5000台ほどで唯一前年比マイナスとなりました。大きめクラスは微増、減少は 250cc クラスなので金額的には大きな痛手ではなさそうです。今回の集計では勢力図が多少変化しました。ホンダの強さは相変わらず、ヤマハが少しシェアを奪い返してきています。台数面ではスズキが減少、川崎が横ばいですが、利益面ではスズキは微減、川崎が大幅減少となりそうです。では10位から上に行きましょう。10位川崎 ZX4R 2639台、売上概算31億円です。販売台数は少し下降気味ですが、意外に万能で扱いやすいのでおすすめです。ただ毎年なんとかの一つ覚えのようにわけわからず値上げしているので、同じ予算を組むなら他にも豊富な選択肢があります。今年はホンダからライバル車も出そうな雰囲気ですが、本気で息の根を止めに来るでしょうか。9位川崎 KLX230 2854台、売上概算17億円です。一時ラインナップから消えていて復活した KLX230 シリーズです。シェルパや SM などシリーズまとめて10位以内に入ってきました。オフロード系でこの位置に来るのはなかなか珍しいですね。8位ヤマハ YZF-R25 MT25 3126台、売上概算20億円です。ヤマハがちょっと久しぶりにめでたくトップ10入りしました。 YZF-R25 のデザインが待望の変更で人気上昇したようです。ここでの販売台数は前年モデルも合わせたもので、旧型をメーカーが20万円引きセールしていたことも影響しています。おかげで前年比2倍に増加しました。新型はマットパールホワイトの人気がありそうです。7位川崎 Z900RS 4073台、売上概算60億円です。王者 Z900RS ですが、前年5900台に対して4000台と3分の2くらいに大幅減少しました。アップデートの買い控えとライバル車発売の様子見や流出などによるでしょうか。今年のアップデートモデルの出だしがどうかとても気になるので、新型の月次集計が出たらまたまとめようと思います。6位ホンダ GB350 4625台、売上概算26億円です。元データは GB350C が別車両扱いですが、ここではイメージと合うように合算した数字にしています。前回5位から1つ順位を落として6位です。販売台数はほぼ同数と横ばいでした。大幅値上げした割には台数を落とさなかったということで、変わらず一定の需要があるようです。5位ホンダ ADV160 4823台、売上概算23億円です。人気のスポーティー系スクーターです。前年より400台ほど増えて順位を1つ上げました。4位川崎 W230 目黒 S1 4837台、売上概算31億円です。今回ランキング初登場です。前年11月末発売だったので、今回は丸1年の販売数となって堂々の4位になりました。軽量低シート号のバイクとして一定の支持を得た感がありますね。間違って走行性能やエンジンの雰囲気などを期待するとあれという印象になりますが、軽さと扱いやすさ、クラシックな見た目をシンプルに求める人には刺さると思います。販売台数は検討したと思いますが、年間5000台に届かなかったことが惜しかったですね。3位川崎エリミネーター6026台、売上概算54億円です。見た目クルーザー系スタイルで中身2気筒スポーツ系バイクのエリミネーター、販売台数順位とも昨年と同じです。 Z900RS がだいぶ落ちたところを救っている感がありますが、川崎の 400cc クラスは一般的な販売店で買えるので、川崎プラザのことはあまり救ってくれません。 SE に因縁の白が追加されましたが、初代モデルを注文して買えなかったり値上がったりと恨みの積もった方々の魂は果たして救済できたのでしょうか。2位ホンダ PCX160 6700台、売上概算30億円です。安定の PCX で昨年より 10% ほど台数が増えました。ヤマハの NMAX155 が台数を用意していたらそちらにもっと流れたかもしれません。兄弟のような存在の5位 ADV160 と合わせると11500台を超えるので、相変わらずこれらの人気は盤石です。
1位ホンダレベル250、9356台、売上概算64億円です。1位は今回もレベル250でした。春に E クラッチが追加されて発売されたことで、それ以降月間販売台数は毎月トップを独走しています。年間1万台超えるかと思いましたが、前年比300台プラスの9300台止まりでした。 E クラッチ版が年始から発売していたらもっと伸びた感はあります。 125cc 以下を除いて消費税込み概算売上金額順に並べるとこのようになりました。ホンダ CB1300 が5位で約50億円です。4位が川崎エリミネーター55億円、3位はハーレーローライダー59億円、2位は川崎 Z900RS60 億円です。前年は90億円ほどだったのでだいぶ削られました。1位はホンダレベル250の64億円です。 250cc で金額1位を取るとはさすがです。台数順に戻ると今回新しいのは川崎 W230 目黒 S1 と KLX230 シリーズです。他は順位を行ったり来たりのレギュラーメンバーですが、ヤマハの MT25、YZF-R25 が8位に入ったことがヤマハ勢にはとても良い結果でした。CB1300 もファイナルで11位に食い込んだので優秀の美を飾れたと思います。データの台数は二輪車新聞の集計値、売上金額は各モデルの価格平均からの概算参考値です。また上半期の半年集計値が出たらまとめますので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。